つか海外に行く、いつか英語を勉強する、いつかフランス語を勉強する、いつか自分の会社を立てる。自分自身のモチベーションにもつながるんです。半年間で私の人生は大きく変わりました。ボチャトゥルモン、コモサバ、サキです。今日はちょっとやってみようについてお話をしたいと思います。今このビデオを見てくれてる方、不安なこととか心配なこととかってありますか？私もね、こう見えてね、あれが不安だな、あれが心配だなっていう思うこと結構たくさんあるんです。やっぱりね、前に進むことってやっぱちょっと怖いことだったりするじゃないですか。なのでそこをちょっとどう乗り越えるかとか、乗り越えた先に何があるかとかをちょっと今日はシェアしたいと思います。まず私がレユニオンに来た経歴とか、なんで移住してきたのかっていうところについてちょっとお話をしていきたいと思います。まず私は大学を卒業して、その後日本のコンサルタント会社で働いてました。でその後レユニオンに移住をしてきました。日本の会社で働いてた時は毎日のルーティンが決まっていて、朝何時に出社をして、何件お客様のところに訪問をして、何件成果を上げてっていうルーティンだったんです。その働き方をしてた時に、このままこの仕事を続けててもその当時本当にやりたいことはできないなと思って、一旦日本を離れることにしました。でその後レユニオンに移住をしてきて、すぐに YouTube を始めればよかったんですけど、その当時はなかなか勇気が出ずに、その当時は主流だったブログの方に書き溜めてました。じゃあなぜそんな躊躇してた私が YouTube を始めようと思ったのか。まずは私がその YouTube を始めるきっかけについてお話をしていきたいと思います。私が YouTube を始めたきっかけは、多分前のビデオでもちらっと言ったことがあるかと思うんですけど、日本にいる私の両親とか私の友達たちに娘の成長を見せたいっていうのがきっかけでした。やっぱりね、離れて暮らしてるので毎日電話したりとかはしてるんですけど、やっぱり記録として残しておきたいなっていうのが一番の理由でした。でそれに加えてこっちでの生活だったりとか、ママとしての生活だったりとか、また娘との暮らしぶりとかも残しておきたいなと思ったんです。でYouTube を始めるときは今までビデオの編集もしたことない、こうやってカメラに向かって話したこともない、でもちょっと面白そうだからやってみようかなっていう軽い気持ちで始めました。今では完全に趣味になってる YouTube なんですけど、始めた当初は本当に喋るのも下手くそで、編集するのにもすごい時間がかかってました。でも今でもこうやって YouTube を続けてる理由は、多分私がビデオを撮ったりとかビデオを編集するのが好きだからっていうところが一番の理由だと思います。そして YouTube を続けていくうちにですね、レユニオンに住んでる方が私を見つけてくれて、去年ギークアリという日本をテーマにした大きなイベントがあるんですけど、それに初めて参加させてもらいました。その時にですね、私あなたのこと知ってるとか、私あなたのコンテンツが大好きって直接言ってもらえる機会があって、で本当に私の YouTube を実際に見てくれてる方に会えたと思って、すごい嬉しかったんです。でそこから半年間で私の人生は大きく変わりました。私はフランス語を話すことに本当に苦手意識を持ってて、あんまり人前では話さないようにしてたんですけど、そのイベントでですね、いざ勇気を出してフランス語で話してみたところ、私のこの拙いフランス語でもちゃんと通じるっていうことが分かったんです。本当この時の緊張は今でも覚えてます。でその成功体験があったので、そこからフランス語への苦手意識はなくなりました。そして私のコンテンツを見てくれてる方に実際に会ってみて、私のコンテンツを気に入ってくれてる方が多いなっていうのも実感しました。で多くの人が実際私に会いたいと言ってくれたりとか、コラボレーションを提案してくれたりとか、あとは私の母国である日本についての質問をたくさんしてくれたりとか、レユニオンの人には日本について、海外に住んでる日本人としてこちらの現状の生活について共有することもできます。
ビデオ制作が私に教えてくれたことについてちょっとシェアをしたいと思うんですけれども、最初は軽い気持ちで始めたビデオ制作なんですけど、本当に嘘偽りなしに私にはメリットしかなかったです。じゃあ何がメリットだったのかについてちょっとお話をしていきますね。まずはビデオ編集というスキルが身についたこと、カメラワークだったりとかカットの仕方、編集の仕方、アフレコの仕方、いろんなスキルがあります。これってビデオ編集とか YouTube とかしてないと身につかないスキルだと思うんですね。なので YouTube をやってみようって思わなかったら多分今でも身についてないスキルだと思います。そして見せ方、どうやって話したら相手にうまく伝わるのかとか、どう説明したら見てくれてる人が理解しやすいかとか、そういった部分って頭で分かってても実際やってみるとあれって思うことって結構あると思うんです。その点ビデオにとって自分で編集すると自分を客観視することができます。簡単なところから言うと、自分の喋ってる時の癖が見えます。私の場合だと、私結構喋る時に手が動きがちなんですね。手がめっちゃ動くなとか、あと最初の方はとかまあとかっていう間の言葉が多かったりとか、ビデオにとって自分で編集してみて自分を客観視した結果、こういう癖があるんだなっていうのに気づくことができました。そしてあとは自分が感じたこと、思ったことについてアウトプットすることで、自分の好きなこと、嫌いなこと、大切にしていることを語源化することができます。今までなんとなく好きだなとか、なんとなく嫌だなとか思うことってありません？私結構あったんですけど、それをこういう理由だから好きですとか、こういう理由で嫌いですとか、こういう部分を大切にしていますとか、そういった部分をアウトプットすることによって自分で語源化することができるようになります。これって結構意外と大切で、あの人嫌だなとかあの人好きだなって思った時に明確な理由が出てくると、自分の中での人間関係の付き合い方だったりとかが今までよりもスムーズにいくようになると思います。で、あとは時間配分。初めの方は1個のビデオを編集するのにだいたい1週間ぐらいかかってました。でも今だと、ビデオの長さにもよるんですけど、だいたい1日から3日ぐらいで編集できるようになりました。で、この時間が明確になると何がいいかっていうと、スケジュールが組みやすくなるんですね。この日までに公開をしたいから、ここまでに編集を終わらせておこうっていう目処が立てやすくなります。じゃあ最後に、今何かを始めたかったり何かをやろうと思ってるけど、その一歩が踏み出せない、きっといると思います。だけどこれだけは言いたい。何かを始めたり何かを決断することってすごい怖いことだって私も知ってます。でもその怖い理由って大体が今よりも悪くなるかもしれないとか、失敗しちゃうかもしれない、マイナスな要素だと思うんですね。でも欲しい未来とかなりたい未来が手に入る可能性があるのに、それに手を伸ばさないのはちょっともったいないと思うんです。動き出す前っていろいろ心配しちゃいますよね。その今より悪くなるかもしれない、失敗しちゃうかもしれない。でもよく考えてみてくださいね。それってまだ起きてないんですよ。頭の中でぐるぐるしてるだけで、ただの妄想だったりしません？だから先延ばしにしていいことって私はないと思ってて、時間が過ぎるだけ、生きてる時間を無駄にしちゃうだけと私は思ってるんですね。なのでたまにいつか海外に行く、いつか英語を勉強する、いつかフランス語を勉強する、いつか自分の会社を建てる、いつでしょうっていう感じなんです、私の中でね。だったらとりあえず軽い気持ちで始めてみることをおすすめします。こんな話をしてても最終的に決めるのは自分自身なので、私じゃないんです。これを見てくれてるあなたが最終的には決めないといけない。そして目標を決めたら自然体でやることをおすすめします。やっぱり型にはまってガチガチにやると自分のオリジナリティが出せなかったりとか、自然体でやることをおすすめします。そして自分の気持ちを大切にしてやること、こう言った方が好かれるだろうとか、こう言った方が嫌われないだろうっていうことよりも、自分が思ってるから、自分はこう思うからっていうことを大事にして話していった方が、あなた自身の思いとかも伝わりやすいと思います。そして一番大事なのが、誰かに目標を共有することです。それは親でもいいですし、家族でもいいですし、友達でも誰でも OK です。目標を共有することで後に引けなくなるっていうのもあるんですけど、私は目標とかやりたいことを共有することによって
って自分自身では気づけない成長に気づいてくれる人が増えるんです。例えば私のフランス語、自分自身では全然成長してないなって思うけど、他の人から見るとさっきのフランス語めっちゃ成長してるじゃんっていうことが結構あります。そうすると何がいいかっていうと、自分自身のモチベーションにもつながるんです。なのでそのために目標を共有しておくこと、そして最後、できるだけいろんな人に会うことをおすすめします。いろんな人に会っていろんな人の価値観、いろんな人の考え方に触れてみて、そこのいいとこ取りをするんです。そうすると自分の中でのオリジナルができます。ここまでやんや言うておりますが、何か新しいこととか何かチャレンジしてみたいことがある人、諦めるのはまだ早いと思います。諦めないでください。何か物事を変えるのにそれほど多くのことは必要ないです。ただちょっとやってみたいなっていうものに触れてみて、やってみようって思うだけです。で今日ね、なんでこんな話をしてるかっていうとですね、私自身も今後の将来のこととか、今後のこととかも最近考えることが増えてきてですね、そうするとやっぱり今の世界情勢だったりとか、経済とか政治とかいろんなね、難しい話とかも入ってくるわけですよ。そんな中でもやっぱり自分のやりたいこととか自分の理想像ってあるじゃないですか。将来こういう生活をしていたいとかね、こういうお家に住みたいとか、それを考えた時にやってみるしかないなって私はなるんですね。でもやっぱりやってみるしかないなっていうところまでいけない人って多いと思うんです。今の現状を変えるのが怖いとか、一歩を踏み出せないとか。なので一緒に頑張ろうっていう気持ちも込めて、ちょっとこんな感じのビデオを撮ってみました。どうでしょう？参考になるかはわからないですがちょっとでも背中を押すきっかけになればいいなと思います。Si vous aimez cette vidéo, merci de cliquer sur j'aime. Rendez-vous à la prochaine vidéo. À bientôt. Bye bye.